どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、チャームを利用されたことはありますでしょうか？アクアリストで知らない人はいないと思われるであろう、アクア界最大級の通販サイトです。何でも安く取り揃えられており、店頭で買うよりも用品類は圧倒的に安価です。店頭で実際に見て購入するメリットは大きいので、チャームがめちゃくちゃ優れているとは言い難いんですが、自分のような近くにまともなアクアショップがない地域の人間にはなくてはならない存在になっています。ただ、送料無料になるラインが6000円ということで、ついつい買いすぎちゃうんですよね。今回もチャームでお買い物してきたんで、それを紹介しようと思うんですが、実は一つ、皆さんに謝罪しなければならないことがあるんです。正直このことに関しては自分もびっくりで、気づいた時は目ん玉飛び出たんですが、これは早めに謝っておかなければならないと思い、急いで動画を作成している次第です。というわけで今回は、チャームの購入品を開封していきつつ、とあることについて謝罪していきたいと思います。というわけで早速開封していきます。今回は100サイズ段ボールで届きましたが、大きさが調整されていたため、おそらく80サイズくらいに収まっているものと思われます。自分はよくエゴコンポを引くんですが、新しい段ボールでした。最初に出てきたのはこちら、純プラチナソイルスーパーパウダー8リットル。価格は1630円。こちらは言わずと知れた激安吸着系ソイルです。正直このソイルがないと水槽立ち上げができないほどに依存しており、その中でも一番粒が小さいスーパーパウダーは重宝しています。よくダイソーのガラスポットを使用した水上栽培でも使っているため、もう一つサイズが大きいパウダータイプのものより減りが早かったんですよね。どうせいずれ買うものだしということで、うちに在庫があるうちに購入。続いて出てきたのはこちら、純プラチナソイルスーパーパウダー8リットル。今回は送料無料ラインに載せるために2袋購入。ソイルなんて何本あってもいいですからね。続いてはこちら、日動エルバージュエース。価格は1114円。こちらは自分が愛用している超強力魚病薬です。とりあえず目に見えるレベルの病気が見つかった時でもギリギリ生還させる可能性を秘めているのがこちらのエルバージュエースです。幅広い病気に対して効果があり、重症化している症状にも効果があります。よく聞く魚病薬としてはグリーン F ゴールド顆粒などがありますが、個人的にはそれの強化版だと思ってます。ちなみにこのエルバージュエース 0.5g の個包装 ×4 個の 2g タイプと、今回購入した 5g×2 の 10g タイプがあります。内容量がこちらの方が5倍近くあるんですが、2g タイプが700円くらいに対してこちらが1100円なので、今回はこちらを買ってみました。今まで 2g タイプのものを買っていたので試しに使ってみる感じです。当たり前ですが、一度の投薬で 5g も使うことはないので、何回かに分けて使用するつもりなんですが、もし問題があるようであればコメントで教えてください。開封したら使い切らないと効果がなくなるようであれば、また 2g タイプに戻します。続いて出てきたのはこちら、アンビリーバブル2タイニー。価格は1370円。こちらは以前出した2022年買ってよかったものランキングでも確かランクインさせた気がする CO2 ディフューザーです。細かい気泡が出ることに定評のあるアンビリーバブルシリーズなんですが、その中でもズバ抜けて小さいタイプになってます。見てもらったらわかる通り、小指の爪ぐらいの大きさで、ディフューザーの欠点である存在感をなくしています。おまけにパイプも透明な硬いチューブになっており、よくある水槽内エアチューブ白くなって目立ちまくる問題も解決。ただ、これだけ小さいとちゃんと細かい気泡を出してくれるか心配になると思うんですが、そんな心配はいりません。従来のアンビリーバブル同様、幻想的な気泡を出してくれるので、騙されたと思って買ってみてください。というわけで、一通りの購入品を紹介したところで、今回謝罪しなければならないと思ったきっかけになった商品をお見せします。それがこちら、形状おまかせ極細ルーツウッド 50g。価格は600円。こちらは以前自分の動画でワンコイン流木として取り上げた流木詰め合わせセットです。この流木セットはとても素晴らしいもので、
紹介動画を見ていただいた方ならわかると思うんですが、圧倒的コスパを誇ります。ワンコイン流木って言っときながら600円じゃんというツッコミが聞こえてきそうなので先に釈明させていただきますが、今年の1月初旬ぐらいまでは500円で購入することができ、自分はその500円時代に買っていたため、ワンコイン流木として紹介させていただきました。正直価格上昇は残念ですが、600円になったとしても超お得なポテンシャルを秘めている流木なんです。50g というグラム単位で表記されるとなんか少ないように感じますが、実際に開封してみると相当な量が入っています。しかも入っているのは皆さんが血眼になって探している流木の枝部分のみで、いわば美味しいところだけを詰め合わせたセットなんです。以前の動画でも話してますが、流木って枝状流木の場合、どれだけ枝ぶりがいいかで価値が変わってきますよね。なかなかいい枝ぶりの流木には出会えず、かっこいい枝を手に入れるために泣く泣く手持ちの流木をカットした人もいるのではないでしょうか。そんな流木一つに対して数本しか取れない一番重要な枝が600円でこんなに手に入るんです。購入したらあとはお好きな流木にくっつけて自由自在に枝ぶりを変えたり、石と組み合わせて木の根っこを再現することだってできます。小型水槽に使えばスケール感が演出でき、大型水槽でも冷根に出すような緻密な表現も可能。そして今流行りのパルダリウムにも使えるんだから、報酬隙のない商品と言えるでしょう。そんな素敵な商品について謝罪しなければならないことがあります。それは商品紹介した時と全く別のものになっていることです。自分の動画を見て買った方、買いたいと思ってた方、大変申し訳ありません。ではなぜ商品が変わっていることに気づいたのか、時系列順に説明していきます。自分は基本的に商品紹介をした後、その商品の在庫の動向を見ることはないんですが、視聴者さんからたまに売り切れてて買えませんでしたという報告を受けることがあるんですよね。正直せっかく紹介して興味を持ってくれた人がいるのにすぐに売り切れちゃうと、動画を投稿した自分も残念になります。今回のワンコイン流木も動画投稿してからすぐに売り切れ報告がされ、ほとんどの方が買えなくなってたんです。なので自分が買うつもりはないんですが、視聴者さんがいつ買えるようになるのか確認するべく、在庫が復活するかほぼ毎日チェックしてました。しかし待てど暮らせど一向に在庫が復活する気配がありません。もしかしたら毎日チェックの間に速攻で在庫が売り切れてた可能性はありますが、少なくとも自分は動画投稿してから一切在庫があるのを見ていないです。そんな状態から3週間が経った3月13日、とあることに気づきました。それは商品画像が全く違うものになっていることです。Twitter では気づいたその日につぶやいたんですが、以前動画で紹介した細くて量がいっぱい入っているものとは違い、変更された画像のものは結構がっしりとした枝になっていたんです。どっちがいいとかそういうことを言うつもりはありませんが、少なくとも自分が大絶賛していたものと中身が変わっているのであれば、動画を見て購入した人が思っていたものと違う商品が届いてがっかりする可能性もありますよね。なので本当に商品が変わっているのか確認するべく緊急で購入することにしたんです。ちなみに画像変更されたことに気づいた時点ではまだ在庫はなく、復活したのは自分が確認した限りでは2日後の15日です。6個あったのでじっくりと送料無料ラインに届かせるための商品を探していたんですが、その間に4個売れて残り2個になってしまったので、急いで適当な商品をカートに入れ流木を2つ確保しました。それからしばらくして在庫が20個以上更新されたんですが、あまりに人気すぎてその数時間後にはまた在庫切れ。動画編集時現在ですら未だに購入することができません。ただ売れれば売れるほど思ってたのと違う案件が大量発生する可能性があるため、購入した翌日に動画投稿をするべく編集をしている状況です。実際に買わないと本当に変わっているのかどうかわからないですしね。というわけで冒頭の開封映像に戻ります。1個じゃ本当に変わったか疑わしいので2個買いましたが、袋越しからでも明らかに違いますよね。それでは開封。出てきたのはちょっと黒っぽくて太めの枝状流木。長さ自体はあまり変わらないんですが、持った感じの重量感が圧倒的にこちらの方が重いです。ということは本数も劇的に少なくなっているわけで、以前のものとは比べ物になりません。隣に並べてみるとこんな感じ。色味もボリュームも全然違いますよね。ただ先ほどもお話しした通り、
だからといって今の枝状流木がダメというわけではありません。合わせる流木によっては変更されたものの方が合うこともありますし、これは好みの問題です。しかし動画で紹介した右のような流木を期待して買った方には大変申し訳ないことになってしまいました。チャームに関してはちゃんと画像を差し替えているので問題ないと思います。ただ自分は動画で大絶賛していたこともあって、商品自体が変わったことを大々的にアナウンスしなければならないと思ったわけです。ちなみにこの素材変更は流木の仕入れの関係もあるので致し方なく、これからももしかしたらまた違う枝状流木になる可能性があります。購入を検討している方は必ず商品画像を確認して購入するようにしましょう。そして最後に一つだけ言わせてもらうと、チャームの参考画像、最初の流木の時と変わってませんが、この流木じゃ絶対再現できないと思うので、あまりよろしくないと思います。できるなら変えた方がいいのではないでしょうか。というわけで今回は大人気すぎる枝状流木が急にマイナーチェンジをしたので緊急でアナウンスする動画となりました。何度も言いますが、前回の方が良かったということが言いたいわけではないので、そこはお間違いなく。変更された流木の方が好きだと思った方は、概要欄に商品 URL を貼っておくので見てみてください。おそらく動画投稿時も在庫は復活していないと思うので、欲しい方は毎日チェックしておきましょう。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。